なんとかドイツ全土のアンティの件はうやむやにできそうだな。ああ、一時はどうなることかと思ったぞ。フランク、君が共産主義者たちに肩入れしすぎるからこんなことに。そういうなよウィンストン。ジョーの協力なしでは我々はもっと人的資源を失っていたことは間違いないんだ。それはそうかもしれないが、結果別の敵を作ったことになっていないか。彼を敵にしないために我々にできることが何かを考えるべきだ。楽しい宅を囲んでいれば彼もそんな気にはならないはずさ。心配だ。ところでウィンストン、君が使っていた諜報部隊に興味があるんだが、ちょっと説明してくれないか。我々大英帝国の誇る情報活動の全容を知りたいだと。いや、そこまでは言っていない。本当は国家機密なんだが、他でもない君の頼みでは仕方ない。特別に教えよう。いかん。早口で喋り始める厄介なオタクタイプだったかもしれん。落ち着いて順番に話してくれ。では統率者の説明からしていこう。落ち着いて話してくれよ。命狙いの逃亡者エドラータ・カルロフ邸殺人事件収録の青黒二色の伝説のクリーチャーだ。特徴は自分がコントロールしている裏向きのクリーチャーに4マナで表にできるなら表に、そうできないなら踏み倒して唱えるという能力を与える能力と、暗殺者で戦闘ダメージを与えることによって対戦相手のライブラリーの一番上を理想する能力を持っている点だ。もう少し細かく説明しよう。まず対戦相手のライブラリーの一番上を理想する効果の方だ。ああ、裏向きでご褒美を持つ22のクリーチャーとして場に出す効果だな。誘発条件はあなたがコントロールしている暗殺者1体が対戦相手1人に戦闘ダメージを与えるたびなので、エトラータ自身でももちろん誘発するが、暗殺者を並べて戦闘ダメージを与えることができればその数分誘発することになる。エトラータ自身が接種を持っているのもポイントだね。そうだな。打点も1点で統率者ダメージを狙うような値ではないので通してくれる場合が多いだろう。攻撃しに行っても偽装する効果のおかげでブロッカーが立つのもありがたい。次に前段の能力の方だが、これはちょっとややこしい。パーマネントの場合は4マナで表面に、ソーサリーやインスタントの場合は4マナで唱えられると考えてくれ。またよく誤解されているが、この能力の起動はソーサリータイミングに限定されてはいない。結果的にソーサリーやエンチャントをインスタントのように使うことができるぞ。表向きにする場合は唱えてもいないし、改めて場に出たわけではないことに注意が必要だね。そうだな。唱えた時や出た時の誘発効果は発生しない。プレインズウォーカーに至っては中性カウンターが置かれないから使えないと思ってくれ。この表面にするかそうできないなら唱える能力を与えているのはエトラータなので、エトラータが場を離れている場合は能力を使えない点にも注意してくれ。もう一つ注意すべきこととしては、カードのオーナーが敗北した場合だ。表向きにしたカードはもちろん偽装している裏向きのクリーチャーも追放されるので、偽装する対戦相手は偏らせない方が良い場合が多いぞ。なるほど。まとめるとどういう方向性になっているんだ。暗殺者中心のデッキ構築を行い、アドバンテージを押し付けて勝つデッキということになる。なるほど。では中身を教えてくれ。ではマナ基盤から説明していこう。落ち着いて話してくれよ。まず土地の枚数は31枚にしてある。特殊なデッキを除いては30枚から33枚程度が基本だな。青マナの出る土地が23枚、黒マナの出る土地が20枚入っている。どちらも出る土地は14枚だ。少しだけ青優勢だね。序盤の安定性と速度の向上のために、ここに2マナ以下のマナアーティファクトを8枚加える。この配分は鉄板と言っていいだろう。またこのデッキの場合は能力の起動のために中盤以降マナが多めに欲しいので、3マナのマナアーティファクトも4枚入っている。3マナ以上のマナアーティファクトはちょっと重たいからね。次にこれもテンプレートにはなるが、2マナ以下のドローできるカードが5枚入っている。序盤の安定性と中盤以降の不要札を減らす役割を持っているので6枚以上欲しいところだが、2マナ以下で条件付きでドローできるカードや3マナ以上にジャンプできる暗黒の儀式も入っているので、この枚数になっている。チコとダンスしてしまわないようにもこの枠は重要だね。この構成であればフリーマリガン1回込みの安定的な初手の確率は 83% 程度、3ターン目で3マナ出る確率は 94% 程度になる。合理的な配分と言っていいだろうね。このテーマは分かった。
次のテーマに移ろでは次に採用するクリーチャーを説明していこう。う。落ち着いて話してくれよ。当然のことながら暗殺者シナジーの強い統率者なので、なるべく暗殺者を採用したいということにはなる。そうだね。私でもそうする。結果暗殺者が16枚、それ以外が12枚の構成だ。思ったよりは暗殺者以外の枚数も多いな。現時点では暗殺者の絶対数がかなり少ない。序盤に1枚来れば良い方だと思ってくれ。暗殺者の選定基準はどうなっている？絶対数が少ないのでブロックされにくい暗殺者を順番に入れていくことになる。優先順位はブロックされない、気候、威迫、摂氏だ。摂氏を持っている暗殺者はタフネスが小さいものが多く、案外打ち取られやすいので微妙だ。エトラータよりも先に1体暗殺者を出しておけるのが理想だが、2マナ以下の暗殺者は7枚なので出せる場合だけでいい。それよりは暗殺者以外のアドバンテージを得られるクリーチャーを先に出したい。そこはアドバンテージ獲得手段の項目でも説明してもらおう。他に説明しておくべきことはあるかな？クリーチャーではないが暗殺者数のかさ増しという意味ではルーフトップバイパスと変貌の力戦は重要だ。特にルーフトップバイパスがあれば移送できる枚数が劇的に増加するぞ。なるほど。このテーマは分かった。次のテーマに移ろう。では次にアドバンテージの獲得手段を説明していこう。しつこいようだが落ち着いて話してくれよ。まずはリミアカラーの定番の中から5枚ほど採用されている。いずれも継続的にドローができるカードだ。遊んでいるレベル帯によっては一部はより強力なものに変更しても良いかもしれない。レベルによってはハイレクシアの闘技場は遅くて使いにくいね。続いては戦闘ダメージを与えてアドバンテージを得るタイプのカードだ。エトラータ自身も広い意味ではここに該当する。偽装したクリーチャーが攻撃に参加していくことでアドバンテージを広げていくことが可能だ。またアタッカーでありアドバンテージ獲得手段でもある暗殺者もいる。なるほど。それ以外に偽装する点に着目したカードが2枚、情報に関連するカードが1枚だ。偽装したカードはトークンではないし、私がオーナーでないパーマネントだ。巨峰活動は正直ネタ枠だ。獲得したアドバンテージの使い道は盤面の強化以外では基本的に有利な盤面を維持する妨害カードを使うことになる。つまり打ち消しと除去だ。俺のリストはかなりレベル感を抑えた呪文の選定になっているので、単純に呪文のレベルを上げるだけでデッキは強化できるぞ。他に説明しておくべきことはあるかな？サーチ手段についてもかなり抑えて作ってある。具体的にはこの2枚しか入っていない熱心な発明者は統率者が暗殺者である場合には使えるカードなので覚えておくと良いぞ。なるほど。このテーマは分かった。次のテーマに移ろでは次に勝利手段を説明していこう。さすがに落ち着きを取り戻してくれたようだな。一つは横に並んだ謎の生物での圧殺だ。いくらスタッツが22とはいえ並べばそれなりの打点になる。さすがに線が細いと感じるのだが。それはそうだ。これを補助するためのカードとして全体をブロックされないようにするカードが2種、追加ターンが2枚採用されている。この組み合わせで打点を出すことと有利な状況を固定するのに妨害カードを切っていくことが重要になる。プレイ難易度も高いような気がするな。もう一つは暗殺者限定の特殊勝利カード、暗殺狂ラムセスだ。一人を敗北させることができる打点がある状態で唱えるだけなので、このデッキにおいては一番手軽な勝利手段だ。これで一番手軽なのか？勝利手段で最も太いのは偽装した対戦相手のカードから勝利手段を得るだ。なんだと？これまで説明してきたように採用カードのレベルはかなり抑えて作ってある。ブラケットで言うなら3、レベルで言うなら6にも満たない構成だろう。相手のデッキの方が強力なカードが多い場合がほとんどだ。暗殺者の攻撃を通して4マナ支払うだけでほとんど全てのカードが使えるため、対戦相手の土級呪文やクリーチャーを使って勝利しよう。何せ自分の手札というリソースを使う必要すらないからな。なるほど。相手任せなのか。このテーマは分かった。次のテーマに移ろう。では最後にこのデッキの弱点とその対策を説明していこう。なんかもう分かったような気がするが。フランクの目をもってすれば見抜けるか。察しのように勝利手段が細いことだ。ただこれは問題ないと思っている。どういうことだ？自前の勝利手段を積み増すことは簡単だ。ただそうすると単純にデッキレベルが上がってしまうため、暗殺者テーマのカードを採用する余地が小さくなってしまい、エトラータである必要性を失ってしまう。なるほど。わかる気がする。このデッキの強みと裏表の関係にあるのだが、相手が強いデッキの場合は
相対的に弱い構築であることでヘイトが下がり、相手の強いカードを使える可能性が上がることがメリットであり、それを見越して自前の勝利手段にスロットを割かないことができる。逆に相手のデッキも弱い場合は豊富なアドバンテージ獲得手段や妨害カードの手堅さで誤することができるだろう。そういうフレキシブルさが構築の狙いだ。それでもデッキレベル的に厳しい環境で遊んでいる場合は、まずは重量クリーチャーを強力なものに変更するのをおすすめする。次にサーチ呪文を積み増したり妨害カードを強化するのが良いと思う。強化するにしても独自性を失っては元も子もないからな。よくわかった。以上が大英帝国の諜報部隊の全容だ。どうも紹介されていないカードが1枚ありそうだが。よく見ているな、フランク。君には暗号解読の才能もあるかもしれん。紹介していないのはこの1枚だ。一度もプレイできていないので正直どうかはわからない。紹介していないことに深い意味はなかったのか。何を言っている。俺と君との中で隠し事があるわけがないだろう。ああ、そのことなんだがウィンストン、そろそろ帝国主義終わるよ。何を言っている。この戦争が終わったら俺大英帝国の栄華を取り戻すんだ。それが大英帝国の誇りであり文明を推進する力であると俺は信じている。少し古い考え方だと思うけどな。このデッキを握る者にはわかるだろう。デッキの骨格に加えてアップグレード方法も紹介してあるから遊んでいる環境に合わせて調整してくれ。寿司を握ったり追加ターン連打するのは最終手段だが、まだ粘っている日本にはあれを使うことがあるかもしれないな。何のことだ。いずれわかる。今日はありがとうウィンストン。ヤルタはまだ続く。明日のデッキも入念に準備しておいてくれ。